画像生成 AI 使ってみて、もうちょっとって思うことありますよね。プロンプトを何度書き直しても、なんだか思い通りにならない。そんなイライラをもう過去のものにしてくれるかもしれない、ちょっと変わった名前の救世主が登場したんです。今回の解説では、その名もナノバナナ。この Google の最新 AI が、なぜ仕事でもバッチリ使えるほどの正確さを実現できたのか、その秘密に迫っていきましょう。そうそう、これこれ。カフェの看板にオープンって文字を入れたいだけなのに、AI が書くのはなぜか解読不能な宇宙人の文字とか、キャラクターを書かせたら指が6本になっちゃったとか、画像を生成するたびに顔が変わってもう誰だかわかんない。こういう経験一度はあるんじゃないでしょうか。AI ってすごいけど、なんかかゆいところに手が届かない。そんなもどかしさを感じていた方には、今日の話は朗報ですよ。そんなもどかしさを一気に解決するために現れたのが、このナノバナナプロなんです。名前はちょっとふざけてる感じがしますけど、その実力は本物。これまで AI が散々苦手としてきた、まさにその細かい部分の正確さ。これを見事にクリアしてきたんですね。では、そもそもなんでナノバナナなんてこんなユニークな名前がついたんでしょうか。その誕生の裏には、まるで伝説の始まりみたいな面白いストーリーがあるんです。物語の舞台は LMSY チャットボットアリナ。ここはですね、AI の名前を全部隠して純粋な性能だけで競い合う、言ってみれば AI 界の天下一武道会みたいな場所です。 Google 製だからすごいだろうみたいなブランドの先入観をなくして、実力だけで勝負が決まる。だからこそ無名のチャンピオンが生まれるには最高の舞台だったわけです。そして伝説はここから動きます。8月の初め、 Google のあるプロダクトマネージャーが連日の仕事で疲れ果てた深夜2時半、提出期限ギリギリでこのアリーナに最新モデルを登録したんですね。その時考える余裕もなくて、とっさにつけた仮の名前がナノバナナ。するとですね、この正体不明のバナナが当時の絶対王者だったダーリー3を打ち破っちゃったんです。世界中が最強の AI は一体何なんだって大騒ぎになりました。この熱狂を受けて Google は8月26日にまず高速版のフラッシュをリリース。そして11月、満を持して本命のナノバナナプロが登場したというわけです。いやー、深夜の思いつきが AI 業界を揺るがす一大事件になったんですね。さて、ここからが本題です。じゃあ、なんでこのバナナは文字とか指の正確さで他の AI を圧倒できたんでしょうか。その秘密は、絵を描くための頭の中の仕組みそのものが根本的に違うからなんです。この違いが本当に面白いんですよ。オープン AI なんかが使っている拡散モデルっていうのは、例えるならフィルムの現像なんです。ランダムなノイズっていう真っ白な霧の中からだんだん形を浮かび上がらせていく。だから幻想的でアートっぽい雰囲気は得意なんですけど、細かい部分はちょっと曖昧になりがちだったんですね。一方 Google のナノバナナは、こっちはですね、超高機能プリンターなんです。画像の左上から右下に向かって一行一行、よしここに文字ここにロゴって論理的に確信を持って印刷していくイメージ。だから看板の文字も指の数も狂いようがないってわけです。特に文字の正確さを支えているのがこのグリフアウェアっていう技術です。これまでの AI って文字をただの線とか模様の集まりとして見てたんです。でもナノバナナは違う。 Google ブックスとか Google レンズで培ってきた技術を使って文字を意味のあるグリフ、つまり字の形としてちゃんと認識するんです。これは A という文字だって理解してから描く。だからスペルミスが起きないんですね。そしてナノバナナの本当の革命は、このスライドのタイトルに全てが詰まっています。いきなり描かない。どういうことって思いますよね。つまり絵を描き始める前にまずじっくり考えるっていうプロセスを持ってるってことなんです。まるで AI の独り言が聞こえてくるみたいですよね。例えば持続可能なエネルギー2030というタイトルのインフォグラフィックを作ってと指示されたとします。するとまず作戦会議が始まるんです。ステップ1、意図を解釈。ふむふむ、これはただの風景画じゃないな。情報を伝えるための図解だ。ステップ2、構成を計画。よし、太陽光、風力、水力の3つをバランスよく配置しよう。ステップ3、テキストを処理。このタイトルは飾りじゃない。スペルミスなくちゃんと読めるように描かなきゃ。ステップ4、スタイルを調整。未来的な雰囲気で、でも色はパステルカラーで優しくと。
そして最後にステップ5、最終チェック。太陽光パネルの形はおかしくないか？物理的に矛盾はないか？よし、描画開始。まるでプロのデザイナーみたいにちゃんと段取りを決めてから描き始めるんです。すごいですよね。AI がここまで賢くなった結果、僕らユーザー側の指示の出し方ももう変えていかなきゃいけないってことなんです。これまでみたいに呪文を唱えるような複雑なプロンプトはもう必要ないかもしれません。ナノバナナは言葉の文脈をすごく深く理解してくれるので、むしろ僕らが人と話すみたいに自然な文章でお願いする方がうまくいくんです。失敗しないための黄金ルールがこの構造化プロンプトの5つの要素。何が何をしているか、どんな構図で、どこで、そしてどんな雰囲気で、この5つを文章に盛り込むだけでプロが作ったみたいなクオリティの画像が引き出せます。それからもう一つ、プロンプトでめちゃくちゃ重要な考え方の転換があります。心理学に皮肉過程理論っていうのがあるんですけど、皆さんちょっと想像してみてください。ピンクの像のことは絶対に考えないでくださいって言われたらどうですか？かえって頭の中ピンクの像でいっぱいになっちゃいますよね。実はこれと全く同じことが AI にも起こってたんです。これまでの常識ってぼやけた画像にしないでとか指を6本にしないでみたいにやってほしくないことをたくさん書き並べるネガティブプロンプトが主流でした。でもこれ AI にぼやけとかおかしな指っていうのを逆に強く意識させることになって失敗の原因になってたんです。なのでこれからの正解はどう描いてほしいかをポジティブな言葉で具体的に伝えることです。ぼやけないでじゃなくて完全にピントが合った鮮明な画像にして、おかしな手はダメじゃなくて解剖学的に正確な手を描いて、減点方式で弱点を消していくんじゃなくて加点方式で最高の完成形をオーダーしていくイメージ。これが新しい時代のプロンプト術なんです。ことまで見てきたように、ナノバナナプロはまさに仕事で使えるすごく実用的な AI だと言えます。その特徴を最後にまとめてみましょう。じゃあ僕たちはどう使い分ければいいのか。すごくわかりやすく言うと、オープン AI みたいな拡散モデルは芸術家タイプ。インスピレーションが欲しい時とか、ムードボードを作る時とか、正確さよりも雰囲気を重視するアートな場面で最高のパフォーマンスを発揮します。一方 Google のナノバナナは実務家タイプ。プレゼン資料とかサービスの試作品、モックアップを作る時みたいに文字やディテールの正確さな命っていう商業的な仕事でこそその進化を発揮するんですね。さらに Google には正直他社が簡単には追いつけない、いわば大人の事情ともいえる圧倒的な強みがあるんです。一つは自社製のカスタムチップ。この論理的な描き方は高性能ですけど計算コストも大きい。それを自社開発の専用ハードウェアで効率的に動かしてるんですね。二つ目は対話的編集っていう機能。これ本当に魔法みたいなんですけど、生成した後にこのソファーの色を赤に変えてってチャットで話しかけるだけでその部分だけを修正してくれるんです。もう何度も作り直す必要がない。そして3つ目が Google 検索や YouTube っていうとんでもない量の学習データ。これが AI の知識の源になって正確さを支えているわけです。これらがナノバナナを仕事のツールとしてより強力なものにしているんですね。AI が絵を描く方法は一つではありませんでした。霧の中からインスピレーションをつかむ芸術家と、設計図通りに完璧な作品を仕上げる実務家。さて、皆さんの次のプロジェクトで必要なのはどちらのパートナーでしょうか。